董卓様、我が手の者より献上物でございます。大将軍家臣は一族丸ごと誅滅。宦官どもは洛陽の民人が見ている前で煮殺す手はずとなっております。宦官どもは生すぎりにして高級の女に食わせよ。御意。新しい帝はどうした？ご気分が優れぬとのことで高級にこもっておいでです。ところで董卓様、先日の襲撃で失われたものか、帝位を示す金の印字が見つかりませぬ。董卓様？あいおい、捨ておけ。はあ、こういうのは苦手だな。しばしの我慢です、劉備殿。それにしても関羽よ、曹操の言ってた戦の暴虐を飼いならすってのはこういうもんかね。いえ、あの方は規律を重んじながらも暴虐は暴虐のまま己の器に入れてしまうお方です。やっぱり通じ合ってるね。こりゃいい夫婦にあだっ。痛いだろう。だから静かに。こたび貴公らの指揮を預かることとなった袁紹本所である。えらく堂々としているな。まるで天下人そのものじゃねえか。やるもんだね。確かに。あちらは随分と賑やかだな。賑やかすぎるようにも思えるがな。それにしても堂々としたものだな、袁紹殿は。戦に治産した気遅れも卑屈さもみじんも感じさせない。猛徳、お前も大体あんな感じだぞ。うん。しかるに董卓が率いる軍は増援を受けてさらに勢力を増すものとみられる。だが大将軍家臣殿を刺逆し
加工号も手にかけた董卓の範囲は明らかだ。確かに洛陽と天使様は董卓の手中であるが、奴の大義はなきに等しい。加工トン、董卓が外石と宦官という官庁にとっての癌を滅ぼし尽くしたのは事実だね。そのように聞いているおかしな話だ。それからわざわざ無法に訴えず、あくまで官庁の刷新という大義を訴えておれば、董卓はそのまま天下を取っていたかもしれん。なんだと。司会の諸侯にも官庁のために立ち上がり、逆賊董卓を討つべしという号令を発している。我らの呼びかけに応え、黄金の乱において活躍した将校たちも続々と馳せ参じているところだ。董卓率いる軍は黄金族相手に負け続けはしたが、洛陽を落とした速度は侮りがたい。我ら官庁の臣が志を一つにせねば、この難局には立ち向かえぬであろう。よって私はここに反董卓連合軍の結成を宣言する。反董卓？その名手はこの私、袁紹が務めよう。やることが早いね。名門の出自ってのも伊達じゃねえな。少なくともお飾りなんかじゃねえってことか。あいつの言葉を聞いてると無性に腹が減る。欲徳、欲徳の本能が反応しているのでしょうか。こりゃ面白いな。官庁の真の志だの、連合軍の結成だの、そういう言葉に心が躍る連中もいれば、腹の虫だけで戦うやつもいる。